2、3、4、5、6、7、8、9、はい。2026年6月、久しぶりに国際商東館の ACC 四谷支部にお邪魔しました。ここに来るたびに驚くのは高齢の方々が多いこと。70代80代のメンバーが元気に稽古していて、50代60代はまだまだ若手だそうです。支部長である金沢大蔵先生のお父さんである国際商東館の創始者金沢博一宗家から直接教わったことがある方々もいるそうです。その頃はどんな場所でどんな稽古をしていたのか、そして宗家はどんな先生だったのでしょう。今日の稽古の後に当時の話を聞いてみましょう。やはり決まった稽古だけではなくて、少しそこにアレンジを加えて、たまにあまりやったことないというか新しいことを入れてみる。一つ動きにもう嫌でも集中しますし、やはり頭を柔軟にこう保つというか、決まった動きっていうのは非常に重要なんですけど、その中でやはり実践においてはやっぱり柔軟に対応するっていうことも必要ですので。6、7返します。8、稽古の後はいよいよ思い出話タイム。道場のこと、宗家のこと、いろいろ聞いちゃいましょう。宗家が多分43か44の時、浅井会長の48回で初めて空手をやらさせてもらったんですけども、で総本部は当時半地下のところで練習したんですけど、その後酒屋さんの地下に行って、その時私も黒帯にさせてもらった時代でしたので、浅井母ちゃんが週1回しかの練習しかなかったんで、1回じゃ何か物足りないと、もう少しやりたいなということで、本部道場に通うようになって、本部道場の鈴殿の地下に、入りました。で鈴殿の地下は、面積的にはこれと同じぐらいですかね。多分全然ないでしょ。全然もう少し半分全然半分で、そこで練習して、結構外人の方はその時当時は多かって3分の1は外国人ぐらいでしたね。で外国人っていうのはやっぱり背が高いもんで、鈴殿の地下っていうのは天井高さ2メーター100か2メーター200ぐらいしかないんですね。でジャンプすると外国人頭にみんなこう当たるんですよ。であんまりジャンプできない
練習で練習はやっぱり厳しかったですね。そこだけでやってたもんですから、かなり厳しい練習をした覚えがあります。で途中からこう入っていくのに、すずらで1階から入っていくのに、地下入るのに鉄壁がありまして、鉄壁のドア開けて入るのが1階から地下に降りるのが怖くて、3回ぐらいもう地下途中で帰っちゃったことがあった。そのぐらい厳しく練習をした覚えがあります。あそこの階段降りていくと途中からもう気合とかね、もう音でもうちょっと、そうでもう中ではどういう稽古をやってるかっていうのは想像つくんで、なるほど。中から入ってこれっていう感じだったと思う。なんとなく雰囲気は、いや地下に降りていくのがやっぱ怖かったですね。だけど本当その時に気合い入れて下に降りていったっていうのは何回もあったなっていう、そういう気持ちでいかないと本当にちょっと、まあ行けば本当に悲鳴が聞こえたりするし当時やはり外人の方がやはり多かったので、やはりそういう方たちがやはりよく戦ったりしてると、もう道着がもう破れたり、もうつかみありのもう本当に殴って常に血が出てるような人が多かったですね当時そうです。まあ自分もそうならないように気をつけようとは思ってたんですけど、なかなか、まあ、何度か黒船にはなりましたけど。先ほど言ったら周りがこうコンクリートだったんですけども、はい、当時はなんかマットみたいなの立ててこうクッションみたいなのしてたんいや一切ないです。そのまま当たってたの？鏡張りのとこもありましたね。クッションじゃなくて多分白い壁でしたよね。普通のねクッションじゃなくてね、確か白く塗っただけのというか。じゃあ組手でゴンっつって当たったり。いやもう完全に当たるし、割れてましたよ。ミラーバーンとぶつかって。そうなんですか。逃げ場がないんですよ。狭くないんで。ある意味いい。いやそうです。いいけど、だからもう本当に鉄の扉の密室ですね。そう密室ですよ。はい窓もないですね。本当に必死ですよね。こうもう逃げ場がないですから、もう全然その気が緩めないというか、緊張感は全然違いますよね。でね、湿気でね、そう下は滑りましたね。滑りましたね。もやがかかって。そうもや熱気でね。だから僕も毎回言うんですけど、当時入ろうとした時に入り口のところがこうね、オーラみたいでこう本当虹みたいなのが出てたんですよ。あれこれは何なんだろうなっていうかね、そういう思い出がね、いやなんか気なのかな、本当そういうのが汗とかそういうのが当時僕が純粋だったのかわかんないですけど、いや見えましたね。本当にあれは何だったのかなっていう。いや僕はまあ全く違いますね、皆さん。あ、そうですか。僕はね40歳で入ってね、あそこに白帯で2回ぐらい行きましたよ。それで僕は掃除をしなきゃ、終わってからこう拭かなきゃならない、あれが嫌でね、それからベタベタしてるから。いや掃除で雑巾がけして、それでバケツの水をね、汚い水をジャーッと流して怒られてね、2回ぐらい行ってやめましたよ。やはり呼吸に一番重きを置いてご指導されてました。はい。あと準備体操も非常に熱心に我々に教えていただきました。はい、先生たまにしかいないっていうか、海外がほとんどだったんで、たまに帰ってくると、いやまあもちろん優しいし、自分たちに「今の蹴りいいね」とか「好きよいいね」とか褒め殺しじゃないけど、そういうあれでそういう指導してもらいましたね。でその間他の先生方がいたんで、その先生方がちょっと厳しい基本をずっとやってたっていう感じですね。曜日になるまではね、初心者をとにかく丁寧に指導されてましたね。あと子供とかね。昔のその道場では型なんかもあんまりそんなに複雑な型はやらなくて、こっち来てから本当自分はいろいろ覚えましたけど、そうですね、どこまで行ったか、鉄器初段とその次は何だっけ、あれ伐採台とかせいぜいそのぐらいで、あまりいろんな方は教えて当時はやらなかったですよね。もうそればっか、もう基本がもうメインでしたので、下段払い逆突き覚えただけで試合出ろとかそういう感じだったんですさあ次回は
伝説の酒屋の地下の道場へ潜入します。なんとこの奥に道場があった。お楽しみに。